はい、ガンボです。普段ボーカロイドなどの合成音声ソフトを使って楽曲投稿しているボカロ P なのですが、11月19日に東京を拠点としたボカロ専門の同人即売会イベント、ザ・ボーカロイドマスター53に初めて商品を出展する側としてサークル参加してきました。参加場での経緯や出展準備、また当日の様子や何枚 CD が売れたのかについて語っていきたいと思いますので、最後まで動画を視聴してもらえたら嬉しいです。今回こういう同人即売会的なイベントに参加するのが初めてで、右も左もわからない状況だったので、過去のボーマスの参加者さんのブログだったり、同人イベントに参加するにあたっての準備や心得みたいなサイトなどを事前にいろいろ下調べしました。その中でコミケ参加だったり、東方系の同人イベントに参加した時の Vlog 動画みたいなものは何個か見つかったのですが、僕が調べた限りボーマスに行ってきましたみたいな動画はいくら探しても見つからなかったんですよね。僕の探した限りだとボーマス関連の感想動画や経験談が全然 YouTube に上がっていない感じなので、備忘録も兼ねてボーマスに参加したいけど何をしたらいいかわからないみたいな人たちにイベントの雰囲気がなんとなくでも伝わる動画が出せたらいいなと思い、今回初めて実写動画を作ってみることにしました。普段僕は作詞作曲をしたりミュージックビデオを一人作ったりしているんですが、今回の動画はメインの活動とは全然関係ないので、適当にスマホを片手に動画回して Vlog 形式でアップしようとか考えてたんですけれど、ボーマス参加要項を確認してみると、写真撮影に関してカメラ登録の必要はありませんが、無断撮影禁止です。動画撮影は禁止いたします。無断積んだっていう規約読んだ段階で積んだんですけれど、なんでボーマスの感想動画みたいなのが上がってないのかいきなり理由が分かった気がしました。ただその下の続きの規約を読んでみると、自分のサークルスペースの撮影は構いませんが、他のサークルが映らないように配慮してくださいって書いてありました。ですのでここから先は写真を交えつついくつかの項目に分けて話していきたいと思いますので、最後まで視聴していただけると嬉しいです。改めて僕の自己紹介なんですが、2018年からガンボーという名前で個人でボカロ P 活動をしていまして、主にオルタナティブロックというジャンルで活動しています。YouTube、X、Instagram など SNS をやって活動しているのですが、4、5年もやってたらいくらか人集まりそうじゃないと思う人もいると思うんですけれど、僕のチャンネルのメイン層がほぼ海外からの視聴なので、 CD 買うためにわざわざ来日するわけがないということを考えると、ボーマスに参加したところで視聴者が駆けつけてくれる可能性がかなり低いというか、ほぼゼロなんですよね。さらに最近私生活の方が忙しくて、動画投稿のペースやら SNS の更新やらも鈍くなっていっているので、輪をかけて年々底辺感が増している状態です。そういう状況なので、誰も来ないだろうし、ちょっと迷ったんですけれど、同時即売会というものに今まで一回も参加したことがなかったので、経験値が増えるっていう意味でも一度参加しておきたかったのと、売れなかったら売れなかったで、売り上げゼロみたいな動画を上げて話のネタにすればいいかなと思い、海外好きは良くないので、気軽に近所にコンビニに行くようなテンションで参加してみることにしました。ボーマスに参加すると決めたら次に何を出展しようかなと考えたんですが、ボカロ P として CD を出したことがなかったので、率直に初めましての名刺代わりにファーストアルバムを出したいなと思いました。いろいろと考えた結果、出し物は CD アルバムとフリーペーパーと名刺を持っていこうと思い、アルバムの収録曲を決めて CD 作成の準備に取り掛かりました。CD を作成するにあたって考えたんですけれど、今って配信全盛の時代でほとんどの曲をインターネットで無料で聴けるわけじゃないですか。その中でわざわざ CD を手に入れる意味って何だろうと考えた時に、個人的には歌詞カードだと思ったんですよ。現物感というかファングッズとして歌詞カードが欲しいなぁと。だから持っていたらなんとなくお得感があったり、買ってくれた人が喜んでくれるものがいいなと思ったので、1ページに1枚挿絵をつけることにして、収録曲プラス英詞曲の和訳プラス曲目プラスクレジットで、なんやかんやで全20ページの絵本形式の歌詞カードを作ることにしました。もともとバンドをやっていたこともあって CD の作り方は分かっていたつもりだったんですが、作業を進めていく中でちょっと待てよと、歌詞カードってどうやって作ってるんだということに気づいてしまいました。よく中開きの歌詞カードって見るけど、あれってどうやって作ってるんだろうと思って、歌詞カード作り方などで Google 先生などで作り方を調べてみたところ、検索結果に複数の印刷所さんがヒットしました。
各印刷所さんそれぞれいくつかの印刷コースを用意して歌詞カード作成などを請け負っているようでして、多めに印刷すればするほど1部あたりの印刷の値段が低くなるようなシステムでした。僕がいくつかの印刷所さんを調べてみたところの相場というのがだいたい100部フルカラー16ページの印刷コースで料金が7万円ってことでした。率直に高っていう。僕が世間知らずだったんですけれど、個人で歌詞カードを作ろうとすると想像以上に料金が高額でした。ボーマス当日に CD 買いに来てくれた人に売り切れましたみたいなことは絶対に言いたくなかったので、もともと余分に30部くらい CD を作ろうかなとは思ってたんですが、さすがに100部は売り切れないですし、家が埋まります。というかそもそもの話なんですけど、僕20ページの歌詞カードを作るつもりでずっと準備を進めていたんですが、大体の印刷所さんが最大16ページまでの印刷を請け負うコースを用意していることが多いようでした。20ページの歌詞カードなんか作ったら受注拒否は特注価格という、いろいろと調査してみた結果、僕レベルの個人活動者の規模だとちょっと現実的な値段と部数じゃないなと、やっぱり歌詞カードをつけるのをやめようかなと若干日和かけたんですが、何に関しても言えることだと思うんですけど、作業って一度自分で経験してみないとわからないことが多いと思うんですよね。今僕がイラストとかミュージックビデオの作成を自分でやっている理由でもあるんですけれど、将来的に外注するにしても実際にどういった作業をしているのか想像がつかないと的確な指示というか注文が出せないと思っているので、とりあえず歌詞カードも最低一度はしっかりと自分で作ってみようと、時間ギリギリまで歌詞カードを実作できるか粘ってみて、ダメだったら普通に A4 用紙で印刷して現地で配ったり QR コード作って PDF で配布すればいいやと思って、とりあえず歌詞カード20ページ分のデータを完成させて実際に試作してみることにしました。普段僕はこういうアニメ調のイラストを描くことが多いので、今回の歌詞カードは水彩画風のイラストで作ってみたいなと思っていました。全く歌詞カードの知識がないので、画用紙っぽい質感の印刷紙は何なのかといった疑問から始まって、実際に家のプリンターで試し刷りしてみて、印刷結果を見ながらプリンターの設定やら印刷サイズを微調整することによって理想の歌詞カードになるまで試行錯誤を繰り返していました。途中でこれは本当に音楽活動なのかと我に返りそうになったんですが、なんだかんだで完成させることに成功しました。CD と歌詞カードの作り方が分かったところで、次に値段はいくらにしようかと考えました。商業ではなく趣味でやっているので、利益を出すよりかはなるべく値段を安くしていろんな人に CD を手に取ってもらいたいなとは思ったんですが、赤字になっちゃうレベルだと今度は生活が苦しくなって音楽どころの話ではなくなってくるので、材料費とか印刷代をギリギリ回収できるかなくらいの価格設定で会場価格で1500円で販売してみることにしました。今回の会場は大田区産業プラザという場所で、たまたま僕の家から交通の便が良いところだったので普通に電車で行こうと思っていたんですが、前日に X を見ていたら線路の工事の影響で山手線が動いてないという情報があったので、安全策をとって車で会場まで行くことにしました。なんだかんだに荷物が多かったので結果的に楽で良かったです。今回のボーマスはサークル参加の申し込みが多くて抽選になったらしいので人がたくさんいるのかなと思っていたんですが、駐車場から歩いて会場に着いた時、入り口に全然人がいなくて、会場を間違えたとちょっと心配になりました。後から知ったんですけど、僕が入ったのはたまたま裏口だったようで、表ではかなり長蛇の列ができていたようです。今回は大展示ホールという部屋が会場で、その入り口の前でサークル参加の人の入場証の引き換えを行っていたので、係の人に入場証を1枚くださいと言ったら、本当に1枚でいいんですかと尋ねられました。イベントの会場時間は11時半から15時半までです。僕は音楽以外だと映画鑑賞が趣味で、普段3時間映画とかをぶっ続けで見ているので一人でも余裕でしょうと思ってたんですが、もしかして一人参加の人って珍しいんですかね。有識者の方がいましたらコメント欄で教えてほしいです。10時過ぎぐらいに会場に入って両隣のサークルさんに挨拶して設営を開始したんですが、いかんせん CD1 種類しか持ってきていないので光の速さで設営が完了しました。会場までの残り時間は自分のブースで写真を撮ったり SNS で設営完了の報告をしたり、口を開けてぼーっとしたりして遺憾なく間抜け面を発揮していました。一般参加のお客さんの会場時間前に僕はお手洗いに行ったのですが、ちょうど戻ってきたタイミングくらいで、もう間もなく開場するのでサークル参加の方は外に出ないでくださいと入り口が運営の人に締め切られていました。会場の10分前くらいからサークル参加の人の会場の出入りを締め切っちゃうのは割と初見殺しポイントかなと思います。
11時30分になったら今から開場しますという場内アナウンスがあって、サークル参加の人たちが拍手していたのですが、文化祭感があって楽しかったです。その後一般参加の人が整理番号順になだれ込んできて、人気サークルのところにかけていくのが見えたのですが、今回のボーマス53は例年より人が多い回だったらしいので、人気サークルに向かう人の列ですぐに僕のブースの目の前の通路まで人で埋まってしまっていました。通路を通る際に人多すぎだろうってぼやいてたり、割と本気でおきれいになられてる人が会場でちらほらいたんですが、大混雑の通路側とは対照的に僕はサークルスペースのゆったりしたところにいたので、朝の満員電車を眺める運転席の車掌さんっていつもこんな気持ちなのかなと低みの見物をしていました。僕の両隣のサークルさんは比較的即売会に慣れているようだったのですが、目の前を通る人に自分のサークルのビラを配ったり、自前であらかじめパソコンやら iPad なんかを準備して視聴だけでもしていけませんかと積極的に声をかけたりしていたので、初参加の僕としては立ち振る舞い方とかが非常に参考になりました。僕はこんな感じでポスタースタンドを前に出す形で設営をしていたのですが、一般参加の方の中には歩きながらなんとなく僕のポスターに目を留めてくれる方がちらほらといました。多分そういう人に視聴だけでもしていけませんかと声をかけていたら立ち止まってくれたとは思うんですが、僕視聴できる設備とかを持ってきておらず、結局時間がなくてフリーペーパーとかも作ってきていなかったので、目線があった人にとりあえず会釈をするというひたすら頭を上下に振り続ける作業に勤しんでいました。一応途中から視聴用 QR コード付きの名刺を配ってはいたんですが、やっぱりその場で曲を聴いてもらいたかったというか、せっかく自分の音楽を知ってもらうチャンスだったのに完全に無駄にした気がして、今回最大の反省ポイントでした。SNS で宣伝して人を呼ぶというよりかは、ボーマスでいろいろな人に直接挨拶して現地で興味を持ってもらえたらいいなと思ってたのに、あまりの自分の準備不足ぶりに会場で頭を抱えていましたね。他のサークルさんの展示はどうなってるんだろうと近くのサークルさんを自分のブースからなんとなく観察していたりはしたんですが、映画館で貼られているような大きいサークルのポスターを持参して展示していたり、自分が誰なのかパッと見でわかるように段ボールに自分のアイコンを書いてお面として被っている人がいたりして、多種多様な宣伝方法を実践していてめちゃくちゃ勉強になりました。隣のサークルでは初音ミクのコスプレをして売り子をしている方がいて、 SNS にアップロードする用の自撮りとかもしていたんですが、コスプレイヤーさんの自撮り風景とか生まれて初めて見たので、映画のメイキング映像を見るような気分で勝手に見学していました。以前外出先から帰ろうとした時に、なぜか女子中学生たちが僕の家の前でスマホを持って踊り狂っていたことがあるんですが、その時にこれがこの後 TikTok に上がるのかと、僕の家が世界デビューした時のことを思い出してましたね。人気サークルでお目当てのグッズを買えたからなのか、12時を過ぎたくらいからちょくちょく僕のサークルにも遊びに来てくれる人が現れるようになりました。これは単純にめちゃめちゃ嬉しかったですね。あと CD が1500円だったので2000円で払う人が多いかなと思って、お釣り用に500円玉を前日に大量に用意したんですが、ほとんどの人がお釣りが出ないようにぴったりの金額で支払ってくれたので、みんな本当に優しいなと思っていました。ブースに遊びに来てくれた人の中に一人サインが欲しいと言ってくださる方がいて、予想していなかったので普通にテンパってしまいました。梱包をほどくようにカッターとか入れた筆箱を持ってきていて、そこに油性ペンも入れてあったのでなんとかなったんですが、もしかしたら普通に準備していった方がいいのかもしれないです。ここら辺のタイミングから他のサークル参加者の方とお話しする機会がありました。東京のイベントなので関東圏の人だけが集まっているのかなと勝手に思い込んでいたのですが、岐阜とか三重から来ましたって方もいらっしゃって割と衝撃的でしたね。コンビニ行くテンションで参加したやつとは心意気から違うなと感じました。あと現地の話で言うと別々にではあるんですが、僕のブースにボカロ P のシシドさんと夏の終わりさんがブースに遊びに来てくれました。普通に元からファンだった上に推しの方から自分に会いに来てくれる経験とかなかなかないと思うので、お前の方から先に挨拶に行けよという話ではあるんですが、本当にボカロ P をやっていてよかったなと思いましたね。独自の世界観を持った音楽をされる方々なので、一体どんな人たちなんだろうと思っていたんですが、2人ともめちゃめちゃ気さくで話しやすかったです。個人的に衝撃だったエピソードがあって、夏の終わりさんにサインをお願いしたらその場でスラスラと活動名を書き始めたのと、僕リアルの人にはボカロ P であることを一切話していないので、シシドさんがブースに遊びに来てくれた時に、あまりにも職場の同僚にシシドさんが激似で目が合った瞬間心臓が止まるかと思いました。ブースの状況としては結局12時から14時くらいにいろんな人が来て、その後は誰も来なかったといった感じでした。品切れを起こしたくなかったのでアルバム30部と割と多めに持っていったんですが、
結果的に手に取ってもらうことができた枚数は9部でした。全く心配いらなかったですね。サムネに売上ゼロって書いてドドンとネタにできるほどでもなく、かといってめっちゃ売れましたって話盛るほど売れてもないといった状況です。同人即売会だと完売しましたって SNS で言いたいがためにわざと少ない部数を持っていく人なんかもいるそうなんですが、仮に少なめに10部とか持っていったとしてもギリギリ完売報告できないくらいというマジで絶妙にコメントに困るラインです。ここからは実際にボーマスに参加してみての反省点をいくつかの項目にまとめてみたいと思います。1つ目、 CD の値段。動画の前半でも話した通り、実際に手に取ってくれた人が買ってよかったと思えるような CD にしたかったので、材料費を抑え込みつつ歌詞カードを作り込んで1500円という価格設定にしていました。内容の割には安価で手に入るようにしたつもりだったんですが、そもそも1500円っていう値段自体が高くないという事実に会場で気づいてしまいました。一応 SNS でこんな感じに作りましたよって事前に宣伝していたつもりだったんですが、僕自身に拡散力があるわけでもないので、会場にいる人にとってみれば内容の割に安いというか、そもそも僕の SNS とか見てないから内容自体知らないしといった感じなんですよね。一般参加のお客さんを見ていると中高生くらいと思われる学生さんも多い様子でした。僕が中高生くらいの時のお小遣いが確か一月2000円くらいだったんですが、ハードオフで中古で売られてたバンプオブチキンの CD がちょうど2000円くらいで、1ヶ月のお小遣いを使い果たしちゃうけど買おうかな、どうしようかなと小1時間悩んでいたことを思い出しました。考えてみたらよく知らないアーティストの CD を衝動買いするにはちょっとハードルが高い値段でしたね。2つ目に視聴器を持っていかなかったこと。一つ目の値段が高すぎるという理由とも相まってボディーブローのように効いてくるんですが、もともと初見さんに手に取ってもらいたいと思ってイベントに参加しているのに CD の中身を主張できないとなると、あとはジャケ買いに期待するしかなくなると思います。個人的にはなんですが、ボカロファンって一言で言っても主に2種類くらいに分かれているんじゃないかなと考えています。一つ目が初音ミクやカーイユキなどボカロをキャラクターとして好きなそうで、合成音声ソフトの見た目やキャラクター性に惹かれているので、それをテーマにした楽曲だったりお約束ネタだったりを楽しみにしている人たちです。二つ目がボカロを音楽の一ジャンルとして好きなそうです。こちらはボカロとかの合成音声ソフトをあくまで楽器としてだったり、ロック、ジャズ、ボーカロイドみたいな音楽の一つのジャンルとして捉えていて、合成音声ソフトを使用した音楽を楽しみにしている人たちです。僕の活動内容的には僕が対象にすべき層というのはおそらく後者の方だと思っているんですが、今回視聴器を持ってきていないので、無名のアーティストを発掘したい人に対して自分の音楽をアピールすることができなかったんですよね。となると前者のキャラクターとして愛している人たちにアピールして奇跡のジャケ買いを期待するしかないんですが、肝心のジャケットがボカロキャラの可愛らしさを押し出したこんな感じだったらワンチャンあったかもしれなかったものの、実際はこんな感じだったので、今回即売会で初めて会う人にも気軽に CD を手に取ってもらえたらいいなと思ってたんですが、完全に戦略ミスというか、動画作るにあたって改めて当日の自分の行動を考察してみたんですけれど、売り上げがどうのこうの以前によく9枚も手に取ってもらえたなと思うレベルのガバガバさでしたね。一人だけ僕が展示していたポスターを見てちょっと迷った末にこれくださいと買っていってくれた人がいたんですが、改めてびっくりというか CD を手に取ってくださって本当にありがとうございました。以上を踏まえてボーマスに参加しての感想なんですが、試行錯誤や反省点とかはあったものの準備なども含めて本当に楽しかったです。ボカロ P をやっていてインターネットに曲を投稿すると再生数が加算されたり高評価低評価をもらえたりはするんですが、いまいち実感がないというか、コメントとかがないとたまにこれボットかなと思うことがあるので、実際に現地で僕のチャンネルの視聴者さんだったり他の活動者さんとかとお会いすることによって、やっぱりそういった数字の先にはちゃんと一人一人の生身の人間がいるんだなと改めて実感できました。改めてブースに遊びに来てくれた皆さん本当にありがとうございました。基本的にボカロ P の本文はネットでの投稿活動だと思うので、しばらく期間は空くと思うんですが、そのうちサークル側で絶対にまたボーマスに参加したいなと強く思いました。あと今回の反省を生かして次回こそ現地で気軽に手に取ってもらえるように、今度は500円くらいで買える CD を早めに作ろうと思ったのと、視聴器は絶対に持っていこうと思っています。今回のボーマス用に作ったウェザーレポートという CD は現在ブースでも販売していますので、興味のある人は概要欄に今回リリースしたアルバムの視聴用のリンクと普段僕が作っている楽曲たちを貼っておきますので、ぜひ視聴してみてください。CD に生活空間を圧迫されたボカロ P を助けたいと思った人は販売先のリンクも貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それでは。